じゃあですね、せっかくこの階段巡りということなんで、ちょっと今回も海外のお話を、はい、ここさせてもらおうかなと思うんですけれども、はい、この話もですね、ちょっとベルリンの、階段ではあるんですけれども、はい、この話自体は、今は日本に住んでるんです。日本人の方なんですけど、一時期ドイツのベルリンで DJ をされていた、K さんという男性の方が体験したという話なんです。日本人の DJ の方ですね。日本人の方ですね。はい。で、その方は、20代の前半の頃までは、アパレル関係で仕事してたんですけれども、ちょっと音楽で仕事やろうと思って、一年発起して、ドイツのベルリンに移住をして、で、そこで DJ の活動をしばらくやられた方なんですよね。で、ドイツのベルリンっていうと、主にテクノと言われている音楽が非常に盛んなところで、クラブもたくさんあるんですよ。で、ただですね、このクラブというもののイメージというのが、もしかしたら、ご覧になっている方はちょっとわかんないかもしれませんが、ドイツのクラブって、ほぼほぼ廃墟をそのまま使ってクラブにしてるんですよね。で、成り立ち自体は、諸説あるんですけど、ベルリンの壁が1989年に崩れて、はい、その後廃墟の建物がたくさんできたんですよね。で、そこに、いろんなアーティストの方とか、ドイツ人の音楽家の方とかが、その廃墟を使ってイベントをやったり、クラブとして音楽をやったりとかですね、っていうのがあって、そこが、いろんなクラブができるようになったという、そういった成り立ちもあるんですよね。はい、で、僕も、だいぶ前行ったことあるんですけど、そのベルリンのクラブですね。僕行ったのは、トレゾーっていう結構有名なクラブなんですけど、そこって、銀行の地下金庫室。もう、潰れた銀行の地下金庫室をもうクラブにしてるんですよね。面白いですね。で、非常に面白いんですけど、ただよくよく考えたら、廃墟の中で音楽楽しんでるって、ちょっと変な角度の言い方ですけど、もう心霊スポットみたいな場所で、ある意味ね、はい、みんなで盛り上がってるみたいな感じ。幽霊、お化け屋敷とかでね、なんかやってるみたいな感じですもんね。そうですね。なので、ちょっと日本でいうクラブっていうのとちょっとまたイメージはちょっと違うんですけど、そういった場所が非常に多いというところではあるんですけどもね。で、ちょっと話を戻しますと、その K さん、ドイツのベルリンに行って、音楽活動をやろうと。で、ただなかなか最初やっぱり DJ の仕事ってないんですよね。なので、他の仕事もしながら、いろんなチャンスを伺っていたんですけれども、そんなある時ですね、現地で知り合った音楽仲間と、ちょっとクラブに遊びに行こうと言って、あるクラブに連れて行ってもらったらしいんです。はい、で、そこが、ベルリンの、ちょうど南東にあるクロイツベルクっていう地区があるんですけど、そこにある、C という名前のクラブ。ちょっとここが一応伏せます。はい、まだあるんで、そこ。C という名前のクラブ。そこに行ったらしいんです。で、そこも基本的には廃墟を改造して、廃墟を使ったクラブなんですよね。で、そこの C というクラブですね。どういう作りになっているかと言いますと、まず入り口を入るとですね、中庭があるんですよ。入り口が外のゲートですね、入ると。中庭があって、そこにたくさん木があって。で、中庭を突っ切ったその奥にレンガ造りの建物があって、その地下がクラブのフロアになっていると。もうそういった作りの場所なんですよね。はい、で、中庭もたまにこう DJ ブースを置いて音楽をかけてっていう、そういった形に楽しむこともできると。そういった場所なんですけども、夜そうですね、週末の10時過ぎぐらいに友達と2人行ったらしいんです。で、ゲートを送って、まず中庭を歩き始めた。で、中庭にはポツポツお客さんが座って休んでたりもしてたんですが、ただこの K さん、中庭を歩いてる途中に、突然ですね、すごい視線を感じたらしいんです。で、それが人は確かにいるんですけど、妙に違うんですよね。っていうのは、実はこの K さん、若い頃なんですけど、もっと子供の頃かななんですけど、霊感がちょっとあったらしいんです。で、当時はそれにすごく悩んでたらしいんですよね。で、20歳を過ぎてそれがだいぶ収まってきて、今はそういった感覚はないと言ってたんですが、その中庭歩いてる時に、昔自分が経験した嫌な予感というか、あと吐き気と、その気持ち悪さ、急に戻ってきたらしいんです。で、もしかしてここいるのか、はるばるドイツまで来て、こんなとこでって思ったんですが、考えると怖いんで、もうあんまり周りを見ないようにして、そのまま中庭を突っ切って、そのメインフロアのある建物に入ったらしいんです。建物に入ったら、もうさらに吐き気がしてきて、で、もういわゆるこう全身に鳥肌が立つような感覚。で、これいよいよ本当にここまずいかもしれないと思ったらしいんですよね。で、ただ友達は先に入って進んでいくんで、とりあえず後をついて、フロアに入ったんですよ。そしたら、そこ地下の降りる階段があるんですけど、地下からはもう音楽が聞こえてくるわけですよね、クラブの。で、階段を降りようとしたんですが、その階段、その下の降りたところの踊り場のとこですね。そこに、ボロッボロの、もうボロ切れのような服を着た老人が一人三角座りして座ってるらしいんです。で、見た瞬間、この人、生きてる人じゃない
K さん思ったらしいんです。うん。で、先を言ってる友達に、おい、ちょっとお前あれ見えるって言ったら友達が何がって見た時にはもういなかったそうなんですよ。ああ、はあ、はで、K さん確信したんです。あ、これやっぱりここいるかもって思ったんですが、ただせっかく友達も連れてきてくれたんで、もう帰りたいとは言えずに、一旦その地下に降りて、メインフロアの音が鳴ってる場所に入ったそうなんです。ただそこ、たくさんの人で賑わってたそうなんですよね。で、DJ のブースがあって音楽流れていて、でみんなこう踊っているんですけれども、もう本当に K さん、吐き気が止まらなくて、もうやばいやばいってずっと思ったんですよね。そしたら、ある瞬間ですよ。音が鳴り響いてるその空間の中なんですけど、突然、自分の頭上、そこから鳴ってる音とは違うざわざわした音が聞こえたらしいんです。なんだろうと思って、ふっと上を見たら、その地下のフロアの天井、もう天井全面に人が雲のようにへばりついてたらしいんですよ。どういう状況ですか？もう、いわゆる天井に、もう人がこう、なんていうんですかね、こう天井にへばりつくような形で、もう大量にずわーっと人がいるらしいんです。何人ぐらいって感じ？もう、10や20じゃ聞かない。じゃないですね。もう、埋め尽くすぐらいですね。もう、天井全部にびっしり人がいて、と思ったら、その瞬間その人が、バタ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 ってこう天井中をぐわーってこう、徘徊し始めたらしいんです。バーってこう、はい。そうそうそう。はい。まるでその巨大な雲が動いてる感じですよね。はい。で、それ見たときに、もう本当に K さん耐えられなくなって、友達にごめん、今日俺帰る本当にごめんって言っても逃げるようにして、その、クラブを出たらしいんですよね。で、もうあの C というクラブはきっと何かあるに違いない。そう思って、もうあそこはちょっとさすがに行けないなと思っていたそうなんです。ただやっぱりどうしてもあそこに見たものやっぱ気にはなっていたんですよね。なので、そこから何日かしてですね、その K さん、たまたま別のクラブで知り合ったドイツ人の男性に聞いたそうなんですよ。はい、C っていうクラブ行ったことある？たら、あるよあるよ。あそこなんか気持ち悪くないみたいなことをポロッと聞いたら、そのドイツ人の男性が教えてくれたらしいんですけど、いや、実はC というクラブがあった建物、もともと別の用途で使われていた場所なんですが、よく聞いたらそこ、昔旧ソ連軍が使っていた建物だって言うんですよ。ベルリンで旧ソ連軍が使っていたということは、これはもう歴史的な話ではありますけども、もう本当に1945年のベルリン陥落の年ですよね。第二次大戦の最後ですけれども、4月だったかな。旧ソ連軍がベルリンを攻め落として、そこでベルリンが陥落したという。で、おそらくその時に旧ソ連軍がそこを占拠していた建物らしいんです。で、これはもう歴史の悲しい事実であるんですけど、もうその敷地の外ですね、つまり中庭、あそこには大量にやっぱ亡くなった兵士の死体が山積みになっていた。そういった場所だっていうことが分かったそうなんですよね。なので、その K さん、やっぱりそういった場所だから、ああいうことがあったのかなっていうふうにちょっと思ったらしいんです。またいずれにせよ、やっぱりもう自分には霊感があるというか、そういった思いするの嫌なので、そこに行かないでおこうというふうに思っていたらしいんですよね。で、それで一応その日は終わったんですけど、また1ヶ月ほどしてですね、K さん、他の仕事もしてたんですよね。なんで、そっちの昼間の方の仕事の関係で、たまたまそのクロイツベルクの C というクラブの近くを通ることがあったそうなんです。そこは川沿いにあるんですけども。その道を歩いていると、ここ C っていうクラブだなと思って。で、見たら確かにその中庭の方が見えるんですよ。そこレンガの塀があるんですけど、で、そこをこう歩いていたら、そのレンガのその塀の間にちょっとしたこう鉄格子の入り口の扉があるんですよね。で、鉄格子の向こうにその中庭が見えるんです。で、そこを、本当何気なしいんですよ。見たんですよ。そしたら、その中庭が見えるんですよ。中庭には、前見ましたけど、たくさんの木があるんですけど、見た瞬間、K さん思わず、うわって言っちゃったんです。何かと言いますと、見えたその先、中庭の木、その木すべてに、首を吊られた人の姿が見えたそうなんです。すべての木に首を吊られた人がザーッとこうもう見える。で、しかもですよ、その首が吊られた死体の中庭の真ん中を2メートルぐらいある大きな人影がまるで品定めをするかのようにその死体をずーっと見て回ってるらしいんですよ。
で、もう、あれなんだと思って。で、もう見てるものが確実にもう生きてるものじゃないと分かったので、K さん、もう、早足でその場を去って逃げたらしいんですよね。で、その数日後、また別のクラブに行った時に、そこで働いてた女性の方とも話していたそうなんですけれども、やっぱり気になったんで、C っていうクラブ、あそこやっぱなんかあるよね。僕が聞いた話だけど、なんか昔ソ連軍が使ってたみたいだし、やっぱりあそこってそういった場所なのかなって、そのバーカーのスタッフの女性に言ったらしいんです。そしたらその女性の方が、あなたよくソ連軍使ってたって知ってるわねって言われて、ちょっと知り合いから聞いてねって言ったら、その女性の方が、確かに旧ソ連軍がそこを使ってたという事実はあるんだけれども、長くベルリンで暮らしている人は知ってるんだけど、実は違う理由もあるんですって言うんですよ。どういうことですかって聞いたら、その女性が言うにはですよ。その C というクラブがある場所、クロイツベルクのエリア一帯というのは、実はもっと歴史を遡ると、いわゆる魔女と言われる人たちが使っていたコミュニティなんですよ。で、魔女っていうと、英語で言うとウィッチって言います。ブレアウィッチのウィッチですね。ウィッチって言うんですけど、実はこの魔女っていう言い方は、日本語の当て字からすると女と書くんで女性が多いように見えるんですけど、別に女性とは限らないらしいんです。もともとヨーロッパでは、マレフィキウムって言うんですけど、ある種のそういったキリスト教とは違う系統を持つ呪術とか、いわゆる自然信仰を持つ、ゲルマン人とかですかね、っていう人たちが、暮らしていた、歴史っていうのがあって、その人たちがある種特有の呪術みたいなのを使ってたらしいんですよね。で、その人たちのことを魔女というふうに表現していたっていうふうな説もあるらしいんですよ。で、詳しく聞くと、そういった人たちが、実はC というクラブのあたりにコミュニティを作っていた。で、詳しい歴史は残ってないんですけど、その人たちにはある種特有の呪術を使っていて、もしかしたら、いわゆるこう、ヨーロッパでいう魔女狩り的なのもありましたけど、そういった形でその人たちが迫害されたのか、もしくはその人たちが何かしらそういったもの、ある種の、儀式として何かを生贄に捧げていたんじゃないかとか、そういったのが実はあそこにあると。だから、長くベルリンに住んでいる人は、一部の人はそれを知っているんですよ。って話を聞かせてもらったらしいんですよね。なので、結構この話、怖いというよりかは、やっぱり日本にもありますよね。こう事故物件とか、やっぱそういった場所に何か残るって言うんですけど、そのドイツのベルリンという場所にもそういったのがあって、かつ、戦争だけではなくて、脈々とそういった何か、ある種事実だったり、そういった場所っていうのはそこにあるのかなと。っていう、ちょっと変わったお話を聞かせていただきました。時代によってね、いろんな悲しいね、歴史があって、魔女という名前で、異端というね、自分たちと考えがそぐわない人をそういうふうなことにして処刑してしまうという歴史もありましたよね。そうですね。確かに日本でも、例えば大きな戦があった場所であるとか、戦争でたくさんの被害があった場所であるとか、それこそね、京都なんかだと処刑場であるとかね、なんかそういう場所ってね、歴史的な背景もあって、不思議なことが起こる場所っていう話聞きますけど。そうですね。だから割とそういう意味ではそういう話にも近いのかもしれないんですけれども、ただいろんなね、例を見てしまったっていう中で、まず最初の天井にびっしりと雲のように、その天井をバーって動き回る無数の人を見たとか、あとはたくさんの木々に首を吊った人の姿が、それも怖いんだけど、その真ん中を歩く2メートルの品定めをするかのように徘徊する、それ男。それが、その人が言うには女性だったというふうに言ってました。女性なんですか。そんな2メートルもっていうね。なかなかね、そうですね。ちょっとビジュアル的には、ちょっと不思議な感覚ではあるんですけど。その女性が見て回ってるって、それもすごい怖いなと思ったんですよ。そうですね。何なんですかね。だから、もしかしたら、これも階段いくつか聞いてるとありますけど、その当時のやっぱ記憶みたいな、場所に残った記憶とかっていうのが脳に入ってきたんじゃないかってあるんですけど、それにしてもやっぱ2メートルぐらいの明らかにサイズ感が違ったらしいんですよ。だからそこに対しては非常に違和感があったというふうには言ってましたね。ちょっと不思議な話でもあり、いろんな想像はできるんですけど、そうですね。もしかしたら本当に魔女と言われてた人たちの、その人たちの何かの儀式の後だったのかもしれないんですし、ちょっとここはやっぱ、正解はわからないんですけどね。ただ、そういったものを見てしまったという
話ですいや、ね。にしてもいろんな話聞きましたが、かなりこうショッキングというか、なんか衝撃的なね、そう映像が見えたという話でしたね。はあ、いろんなお話をお持ちですね。